こんにちは。フラッター大学総長の K ボーイです。iPhone アプリ開発歴5年、フラッターの開発歴も実務で1年あります。皆さんチャンネル登録ありがとうございます。動画なしで開始前から1000人を超えるというね、ものすごいことが起こったわけですけれども、今日から動画も出してオンラインサロンの方もオープンするので、詳しくは概要欄の方に載せとくのでチェックしてください。ということで第1弾はフラッターの環境構築です。アプリ開発において環境構築っていうのは実はプログラミングのコードを書くよりもめんどくさい、意外とむずいと言っても過言ではありません。しかし一回あなたのパソコンでやっちゃえばあとはしばらくやらなくていいので非常に楽になります。あとはね、楽しいことばっかりなんで環境構築は全然楽しくはないです。ということでやっていくんですけれども、前提としては MacBook とか iMac とかの Mac のパソコンを持っているという前提で進めていきます。ですが、フラッターはWindows でも Android Studio を入れて開発することができるので、Windows の方もやりたいという方はぜひ一緒にやっていきましょう。本日説明する動画のね、流れとしては、まずはフラッターの SDK を公式サイトからダウンロード。そして、そのダウンロードしたフラッターをパソコンで使えるようにするためにパスを通すという作業をします。その次に、今回 Android Studio でフラッターを開発していきますので、Android Studio をまずはダウンロード。そして、Android のエミュレーター、仮想的なデバイスをパソコンにダウンロードします。その次に Xcode っていう iPhone アプリ開発用のソフトもダウンロードします。最後に iOS の iPhone の仮想デバイス、シミュレーターもパソコンにダウンロードして、それぞれ Android エミュレーターと iOS シミュレーターにビルドするというところまではできるようになるのが今日の動画の目標です。それでは実際ね、環境構築の方のチュートリアルやっていきましょう。まず、Google でフラッターをね、検索していただいて、公式のフラッターのサイト、flutter.dev を開きます。そして右上の Get Started のボタンを押します。インストールということでね、こちら下の方見ると Windows、MacOS、Linux って感じで OS によって環境構築のね、チュートリアルが異なるんですけれども、それぞれのね、環境に応じて進めてください。今回僕の環境が MacOS っていうこともあり、MacOS 前提でこちらのね、環境構築を行っていくんですけれども、Windows とかでも重複する部分はあるとは思うんで、もしわからないところ等あれば、オンラインサロンの方では細かいところそちら質問していただければサポートします。MacOS を押しました。MacOS インストールというページに来たので、こちらの指示に従って環境構築の方をやっていきたいと思います。最初になんかシステムリクエアメンツっていうのが書いてあるんですけれども、OS は MacOS 必要で、ディスクスペースが 2.8 ギガ必要っていうところ。そちらちょっと注意かもしれないですね。容量パンパンだとフラッター入れれませんよっていう話になるかもしれません。その下はツールズっていうのが書いてあるんですが、基本的に Mac を使ってる人であれば、最初から使えるコマンドだと思うんで大丈夫だと思います。そしたらこのフラッター MacOS っていうボタンを押して、フラッターの ZIP ファイルをダウンロードします。はい。残り5分って書いてあるので5分ぐらいこちら待ちます。今やろうとしてるのは、フラッター SDK をパソコンに入れて、それを使えるようにするということです。はい。ということで、フラッターの SDK がダウンロードできましたので、こちらの ZIP ファイルを押して解凍していきます。はい。解凍できましたね。今、ダウンロードのフォルダにフラッターの SDK が入ってると思います。こちらはこのままではまだ使えないので、これを使えるようにするためにパスを通すという作業をしていきます。まず、もう一個 Finder 開きます。Finder 右クリックして、新規 Finder ウィンドウですね。MacBook の場合は2本指でタップですね。そしたらまず下にこの今のディレクトリのパスを表示させたいので、これもし表示されてない人いたら、Finder 開いてる状態で上の表示のところを押して、パスバーを表示っていうところを押してください。そうすると Finder の下に今のディレクトリが表示されるので、表示されるようにしてください。これでですね、この藤川 K のところ行くたびに藤川 K をダブルクリックします。これは人によって違うと思うんですけども、このユーザーの下にある自分のパソコンのユーザー名ですね。で、その配下にデベロッパーっていうディレクトリを今回作っていきます。ここで右クリックして新規フォルダ、もしくはこのファイルを押して新規フォルダを押して、ここにですね、デベロッパーっていうフォルダを作ります。で、あなたのパソコンは藤川 K じゃないと思うんですけれども、この藤川 K の下のデベロッパーの下のここに今ダウンロードに入っているフラッターのフォルダをドラッグ&ドロップしてください。そしたらこのように
デベロッパーの下にフラッター入りました。このフラッターの置き場所はどこでもいいんですけど、環境構築でつまずくとめんどくさいと思うんで、このユーザーの下のデベロッパーの下の位置にフラッターっていうディレクトリが置かれているという状況に統一しましょう。これでまだ終わりではありません。ここにパスを通すという作業をして、フラッター SDK を使えるようにしなければならないんです。ということで、ターミナル開きます。僕の場合は Dock にターミナル追加してるんですけど、ない人は検索窓からターミナルっていう風に検索してください。で、この緑色の画面が出てきました。人によっては白い画面かもしれないんですけど、色は関係ないので気にしないでください。パスを通すという作業をします。はい、先ほどのフラッターのドキュメントに戻りまして、この1番が終わりましたと。この2番の作業は、さっきの藤川系のデベロッパーの下の部分にフラッターを移動させたっていうのと同じ意味ですね。このドキュメントに書いてあるのは、このデベロップメントっていうフォルダの中に ZIP を解凍するっていう作業なんですけど、やってることとしては一緒です。で、次は3番をやるんですけど、これがパスを通すって作業ですね。アップデート U パスというこちらを押して、ここに書いてあることをやっていきます。このバッシュプロフィールっていうファイルの中身を書き換えてパスを通るようにします。使えるようにするってことです。細かいことは気にしないでいきましょう。使えるようになればいいんですよ。今回コマンドでバッシュプロフィールを編集していきますが、このバッシュプロフィールっていうファイルはテキストエディターとかでも開くことはできます。なのでそちらのやり方でも大丈夫です。今回は beam っていうコマンドを入れてやっていきたいと思います。beam.bashアンダーバープロフィールと打ったらエンターを押してください。そうするとですね、人によってはこの中にもういろいろ書いてあるかもしれませんが、ここにフラッターのパスはここだよっていう風なのを書いていきます。ここにドキュメントに書いてある通り、エクスポートパスなんとかフラッタービンって貼っていくんですけれども、まずコピーしますね。で、この一番下にじゃあ追加していきたいので、キーボードでI を押します。I を押すとインサートモードになります。一旦一番下にカーソル移動して、そしてここにさっきのコピーしたやつを貼り付けます。はい、貼り付きました。で、この Pass to Flutter Git Directory っていうところが、僕たちの場合はユーザーの下の藤川系の下のデベロッパーっていうところにしたから、ここを一旦消していきます。ここを消して、ここにさっきのファインダー持ってきて、デベロッパーの下にあるフラッターをカーソルがパスコロンの後ろにある状態でドラッグ&ドロップします。そうするとパスがここに入りました。パスコロンユーザーズ藤川系デベロッパーフラッター、ちょっと間空いちゃったから消しますけど、ビンとなります。これで OK なので、エスケープキーを押して、キーボードを左上にあるか、タッチバーの人も左上にタッチバーの中に出てると思います。最後に保存するためにコロン WQ エンターとキーボードを押します。これでバッシュプロフィールに保存完了です。これでフラッターのパスが通ったはずなので、一旦ターミナルを再起動してフラッターのパスが通ってるかどうかを確認してみたいと思います。一旦このターミナル消します。ターミナルをもう一度立ち上げて、フラッターがちゃんといるかどうか確かめるために、ここにフィッチフラッターっていうのがドキュメントに書かれているんですけれども、それを打ってみますね。フィッチフラッター。これでユーザーズ藤川系デベロッパーフラッタービンフラッターっていうところにちゃんとフラッターがいることが確認できました。これで一応フラッターのダウンロードとフラッターのパスを通すというところができました。ということで、プラットフォームセットアップに今度は行きたいんですけれども、iOS セットアップと Android セットアップっていうのがありまして、それぞれダウンロードした方がいいんですけど、一旦 Android Studio がないと始まらないので、Android セットアップの方からやっていきたいと思います。Android セットアップが一通り終わった後に、次に iOS セットアップやっていきたいと思いますね。まずは Install Android Studio やっていきます。こちらを押して新しいタブを開きます。こちらの Android Studio のページに来たので、こちらのダウンロード Android Studio を押して同意してダウンロードします。3分ぐらい待ちます。ということでダウンロード終わったので、これ開きます。で、この Android Studio をアプリケーションの方にドラッグ&ドロップします。ということで、アプリケーションを開いて、Android Studio をダブルクリックして開いてみましょう。
開くでいいです。これは Do Not Import Settings でいいです。で、OK。ということで、インストールウィザードが始まったので、とりあえずどんどん Next いっちゃいましょう。Next、スタンダード、ライトとダーキュラーがあるので、ダーキュラーにしとこう。これはお好みで決めてください。はい、もろもろダウンロードしますという話なんで、フィニッシュしますと。ダウンロードが終わるのを待ちます。なんか変更加えようとしてるので、パスワードを入れて OK します。はい、終わったので、フィニッシュします。これで一応 Android Studio のもろもろのセットアップが終わりました。なんですけども、現状はまだ Android Studio に Flutter 入ってないんですよ。なので、この後 Flutter プラグインを入れていきます。Flutter のプラグインを Android Studio に入れて、Flutter を使えるようにしていきます。このままだと Android Studio は Kotlin とか Java での開発を前提とした Android アプリ開発用のツールでしかないので、Flutter にも対応させていきます。はい、コンフィギュアを、ここね、コンフィギュアをして、とりあえずプリファレンスを押します。はい。で、ここプラグインってあるんですよ。プラグインを押して、ここでフラッター検索しますね。はい。このフラッターをインストールします。はい、押します。アクセプト。プラグインディペンデンシーズディテクティド。ダートもやった方がいいですよって言ったので、イエスを押しておきますね。今のに従っていけば、ダートの方もダウンロードしてくれたと思います。はい。リスタート ID ということで、Android Studio を再起動します。はい。リスタート。ということで、これでですね、Android Studio に Flutter のプラグインが入りましたので、さっきと違うところはここですね。スタートは New Flutter Project っていうのが追加されました。追加されたので早速ね、なんか作ってみましょう。スタートは New Flutter Project、Flutter Application を押して Next。で、ここはなんかプロジェクトネーム作るんですけど、まあ今回だと、まあ何でも一旦ね、なんか作りたいアプリ決まってる人はそれの名前にしちゃってほしいんですけど、パクチーのアプリ作るパクチーのアプリ作りたいんで、ここにパクチーって入れようかな。パクチーの英語はコリアンダーなので、今回僕はね、コリアンダーっていうね、プロジェクト名にしますね。はい。好きな、何でもいいんです。さっきのフラッターアップのままでもいいし。で、フラッター SDK パスは、まあこれ自動的にね、入ってると思うんで OK。はい。プロジェクトロケーションもまあ勝手に定めてくれたんですけど、別の、これ勝手に藤川圭の人の Android Studio Project ってところに作ってくれるんで、まあ、それでもいいんですけど、まあ自分でなんか違う場所に変更したいときはここを押して変更してください。で、ディスクリプション。これもなんか説明なんですけど、これもいたそのままでいいや。ということで NEXT と。ここですね、パッケージネームっていうのは決めれるんですけれども、これはアプリの ID みたいなもので、アプリを1位に定めるための ID みたいなものですね。パクチーアプリって名前にしたとしたら、パクチーアプリっていう名前のアプリは複数あってもいいんですけど、このパッケージネームは重複しないでほしいんですよ。ユニークなものであってほしいんですね。なので、ここ何にするかっていうと、この com.example っていうのは、もしあなたが会社でアプリを作ってるのであれば、お名前 .com にお勤めの方であれば、com. お名前って感じで、この com とか、まあ JP とか東京とかそういうね、そういうドメインのここの部分と、お名前の部分をひっくり返して、まあ、com. お名前みたいな感じで並べるのが慣習となっております。で、その後ろにアプリ特有のコリアンダーみたいな感じで、コリアンダーじゃなくて今度はベースボールアプリを作るんだったらここにベースボールにするし、みたいな。ここが会社のドメインひっくり返したやつで、ここがアプリの名前みたいなイメージですかね。で、今回は僕 KBoy なんでね、kboy.net っていうね、ドメイン買ってはないんですけど、まあそれでね、net.kboy コリアンダーという形にしたいと思いますので、はい、net.kboy コリアンダーにします。で、プラットフォームチャンネルラングイッジは Java とか Objective-C より Kotlin としている人の方が分かりやすいんで、ここはこれチェック入れたままで OK です。これで Finish Creating Flutter Project ということで、Flutter プロジェクトが作られるので待ちます。はい、できました。黒い画面にしたはずだけど白くなっちゃいましたね。まあいいでしょう。これ一旦消そう。マイナスで消します。黒くしたいな画面。黒くしたいので、Android Studio のプリファレンスに行って、アピアレンスとちょっとテーマはね、このダーキュラにしておきましょう。おっしゃ。黒くなりました。
ということで、プロジェクトできました。デフォルトでコード書かれていて、これを起動しても一応アプリは見れます。まず、デバイスがないんですよ、何も。iOS も Android もないんですね。なので、エミュレーターと呼ばれる仮想的な Android デバイスをちょっとダウンロードしていきたいと思います。これだ。AVD マネージャーですね。押して、Create Virtual Devices を押します。で、フォンがいろいろね、出てくるんですけど、今回は、Pixel 3a にしたいと思います。この Pixel 3a をこの MacBook の中に仮想的にね、ダウンロードするって感じで、はい、NEXT と。で、これがなんかOS ですね。Android の OS なんですけども、なんか新しすぎても、新しすぎって感じなんで、28のこれにしときますか。API レベル28のこれをダウンロードします。これを Accept と。利用規約 Accept して NEXT。で、しばしね、シミュレーターのダウンロードを待ちます。ということで、インストール終わりましたので、フィニッシュをします。これで、Pixel 3a が MacBook の中にインストールされたはずです。はい、NEXT をします。これもこれのままで、OK、フィニッシュ。できました。バーチャルデバイスできましたという。これでですね、ここを押して、シミュレーターを起動できるんですけれども、ちょっとその前に忘れてたことがあるのでやります。このインストール Android Studio のここに黄色い字で書いてあったんですけれども、Android SDK マネージャーを開いて、Obsolete Packages をアンチェックして、チェック Android SDK ツールということが書いてあります。ちょっとこれをしなきゃいけないってことですね。基本的に今インストールしてる方はやった方がいいと思います。プリファレンスを開いて、SDK マネージャーはシステムセッティングの中にあります。Android SDK。この SDK ツールズの中の Hide Obsolete Packages ということで、これのアンチェックすると。アンチェックしたらいろいろ出てきますと。さらに、Check Android SDK ツール。これですね。これにチェック入れると。で、OK ですかね。アプライして OK しますか。アプライして、で、OK。Accept、Next。ちょっとダウンロードが必要ですね。待ちます。はい、終わりましたので、フィニッシュをして、OK と。で、AVD マネージャーを開いて、こちらの再生ボタンを押すと、シミュレーターが起動します。で起動したらこちら消して、デバッグしていきましょう。こちらで今開いているエミュレーターを選択していることを確認してから、ここのデバッグボタンを押していきます。もしくは、コントロール D のコマンドでもいいです。これで、初めてビルドができました。おめでとうございます。ということで、これはですね、フラッターの初期状態のデモアプリなんですけども、プラスを押すとカウントがただ増えるっていう単純なアプリのデモがデフォルトで書かれています。ということで、一旦ね、Android Studio で Android のエミュレーターにビルドするところまで来ました。さらにここから X コードでダウンロードして、今度は iOS のシミュレーターにビルドするところまでやっていきましょう。一旦これ切りますね。ここを押すと止まります。はい。で、一旦このエミュレーターも閉じてと。一旦閉じますと。閉じますと。で、今度は iOS セットアップね、やっていくんですけど、まずは何よりもインストール X コードですよ。こっからが長いです。インストール X コードは Android Studio の比じゃなくめちゃくちゃ時間かかるんで注意してください。Mac の方であれば、X コードはこの App Store からで X コード、ここで検索すると出てきますので、初めての方はGet って感じでダウンロードボタンが出てると思います。これ自体は無料でダウンロードできます。はい。ここを押してダウンロードしていきます。これはですね、めちゃくちゃ時間かかるんで、Wi-Fi のスピードにもよりますけど、2時間とかかかるのはね、ありえますからね。Wi-Fi が速い人だと、20分ぐらいで終わるかもしれないですけど、あんまり速くない環境だと2時間、3時間、5時間とかインストールにかかる場合もありますので、ちょっと一回ね、インストールにしばし待たれよということで、待ちます。はい。ということで、X コードダウンロード終わったので、とりあえず開きます。こちらを押して開きますと。はい。この辺の諸々のやつね、アグリーを押して進んでいきます。はい。パスワード、パソコンのやつ入れてと。諸々のやつをね、これも、許可してと。インストールコンポーネンツは X コードの指示に従ってやっていきます。待ちます。終わりましたということで、一旦閉じますか。ということで、今度は、ここでシミュレーターが開けるかちょっとやってみたいと思います。Open iOS シミュレーターを押します。はい。押して開くことができました。自動的にこの新しい iPhone SE になったみたいですね。最近発売されたやつですね。これ、
選ばないと自動的に最新のやつになる仕様になってるんじゃないかなと思います。はい。ということで、iOS のシミュレーター、iOS の方はエミュレーターじゃなくてシミュレーターって呼ぶんですけど、シミュレーターが立ち上がりました。で、今回もここがその iPhone SE のシミュレーターを指定していることを確認した上で、コントロール D、ここを押してもいいんですけど、デバッグしてみます。はい。ということで、無事ビルドすることができました。同じようにここを押すとですね、更新されます。はい。ということで、一旦 Android と iOS のシミュレーターのビルドまでできたので、今回の動画は一旦ここまでとします。次回以降ですね、作りたいアプリを考えたり、フラッターのアプリの全体像を把握したり、フラッターで使うマテリアルコンポーネントの勉強だったり、この今デフォルトのボタンとね、数字出てるんですけど、そちらをカスタマイズしてやっていくっていうところをやっていきたいと思います。今回実機の iPhone とか Android デバイスへのビルドは動画にちょっとしなかったんですけども、そちらはちょっとまた番外編で動画にできたらなと思います。またオンラインサロンではビルドうまくいかないとか、そういったサポートの方もやっていますので、オンラインサロンの方のね、詳細知りたい方は概要欄の方に貼ってありますので、その URL をチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と高評価、そして、もし質問などしたい方はオンラインサロンの方の入会をご検討ください。以上で終わります。では。